ろうと思ったきっかけはあります？一番は額に入れたいがあって、あ、そうなんだ。どっから取るのかなって思うのなったら、もう最悪から入れよう。ああ、そうですね。キャンペーンはどこへ行きたんですか？なんか思ったより平気で、2日目ぐらいから普通に過ごして。傷跡とかもどうです？傷は全体的に全然なくて、右の脇だけちょっと白く。白くなってる。ここだけですね。今回太ももとふくらはぎらしく取って3回目の脂肪補給をやるのと下への脂肪準備をやっていきますね。前回ね、二の腕とお腹をやっていただいて、二の腕いつでしたっけ？あれちょうど1年前。1年前。お腹はあれでしたっけ？お盆やっていただいたので、経過を先に聞いてからやっていこうかなと思うんですけど、どうでした？二の腕とお腹のお腹はもう全然余裕で、二の腕だけ辛かった。ああ、そう、二の腕の方が辛かった。辛かった。1週間目の時もそんなになんか痛くないみたいな。お腹はもう3日目ぐらいからもう痛みなくて。ああ、そうなんですね。お腹全然痛くないっていう人も稀にいるので、ラウンドタイム予測できないんですけど、普通痛いはずなので、痛いと思ってるければいいんですけどね。かなりいいポテンシャルだったので、腹筋のこのラインもね、この感じで綺麗に出てるので、かなりいい感じかなと思いますけどね。そんなにきつくなかったですね。全然きつくなかった。ただ、なんかシワ寄らないように、そうですね。ちょっと姿勢正しくしなきゃな、みたいなのは。なるほど。いいですね。お腹結構ね、拘縮っていう硬い幅がね、出た時にシワがこう入っちゃうと、これずっと取れなくなっちゃうので、なるべくこうね、シワが入らないように伸ばしていただいて過ごしてもらえるといいかなということで。拘縮結構出ました、硬い方が。もともと、なんか筋肉の硬さとかはあったから、なんかそれとあんま変わんないなぐらい。本当ですか？綺麗な感じで、いい感じにできてるかなと思うので、ポテンシャルかなり良くて、二の腕とかもね、細くて、SNS で使わせていただいてるんですけどね。2回目でもかなり大きくはなったかなと思うんですけど、胸の方どうです？もうちょっと欲しいな。もうちょっと欲しい。2回で何カップぐらい上がったとか分かってます？2カップぐらいか。カップのサイズ差がなくなったのがめっちゃ嬉しかったです。いつもなんかこっちだけカップ足したりとか、こっち抜いたりとかしてたんで。そうですよね。どうしても胸サイズ差が左の方が大抵の人は大きいんですけど、微調整して右の方をちょっと多めに入れたりとか、脂肪不中に放棄はそれができるのでいいかなと思うので。膝跡とかもどうです？傷は全体的に全然なくて、結構綺麗になってますよね。右の脇だけちょっと白く。ここ白くなってるか。ここだけですね。ここはもう分かんないです。めっちゃいいですね。傷きれいに治りやすいんでしょうね。傷ね、個人差あるんですけど、きれいに治る人はかなりきれいに治るので、こんな感じで見えにくい感じになるのでいいかなと思いますけどね。モニターキャンペーンの人は傷跡ボトックスつけてるんですけど、この感じはいらなそうなので、額になりましょうか。ちょうど額と同じぐらいの大事なので、傷があまり気にならないって人は他の部位に移すことも可能なので、そうやってもらったらいいかなと思いますね。お胸はラウンドタイム辛いことありました？胸は全くないです。ない。結果いいということで、今回はどうもとふくらはぎとでお胸と額に入れていこうと思います。ということで、なんかやろうと思ったきっかけはあります？一番は額に入れたいがあって、そうなんだ。どっから取るのかなって思うのなったらもったいないから入れよう。そうですね。でもめちゃくちゃいいです。今ね、上半身二の腕とお腹やって次に下半身やるんで、もうこれでかなり綺麗なボディラインが作れると思うので、結構ポテンシャルが高いボディラインにされているので、脂肪筋肉かなり相性がいいので、これでもうほぼ最後ですね。最後にしたいです。じゃあそこにちょっとマーキングしていきます。大事なのは膝上のところですね。ここちょっと残ってしまうので、意識して取るのと、若干なんか脂肪のつき方が違うので、右がここが多くて、左はそんなになくて、真ん中の方が多いんで、ちょっと傷跡をずらしてやっていこうかなというところと、その前側はきれいに取れるところからしっかりと今回ちょっと珍しいんですけど、すねのところをちょっとこうやってあげると、こうキュッとなってあげるときれいになるのでいいかなと思いますけどね。ではちょっと後ろ向いていただいて、このね、ちょっと張り出しのあるところをきれいに取ってあげると、太もものラインをきれいに見えるのと、このお尻の下ね、いつも言ってるんですけど、こう取っちゃうと下がっちゃうので、取らずに他のところをしっかりキュッとしていく感じですね。大体の人はお尻ここがへこんでこっちが膨らんでるので、ここをキュッとしてあげてお尻の形も整えつつ、お尻の形が本当に気になる人はここに注入とかってするので、検討してもいいかなと思いますね。今回は入れずに、吸引だけを行っていきます。で、どんな感じします？最後はなんか四角くバンで出るの嫌で、
で、卵型に見える感じみたいです。全体に入れるんですけど、特に気になるところまでいるかな。ここがへこんでるから、ここにシワがちょっとできるようになって。ここにあるところ重点的に入れていきつつ、まんべんなく泡入れていく感じで、なんかすごい丸くしたいとか、そういうわけじゃない。つるんって。つるん。自然な感じで。自然な感じで。じゃあそれでやっていきます。お胸はどうしましょうか。お胸は上向きバストになるぐらい。上向きバスト。2回でかなり張りが出てきているので、そこの形は保ちつつ、ちょっと大きめにしていく感じでやっていきましょうか。じゃあこんな感じでやっていきますね。はい、今前側の脂肪吸引やってるんですけどね、太ももですね。で、膝のところからですね、出て、膝を開けるのをお勧めしてて、無駄な部分っていうのは結構残りやすいところであるんで、しっかり吸ってあげるのと、こっちからね、この上の方まで吸えるんですよね。こっちからも吸って、こっちからも吸うことによって、網目状に吸うことができるので、ボコつきをなくして、かつ滑らかな感じでしっかり吸うことができるので。あとここ傷治りやすいんですよね。だからポートつけてないんですけど、ポートつけるとどうしても穴がちょっと大きくなっちゃうんですけど、ポートつけずに、このカニューレの最小限の、太さだけで、しっかりと吸ってあげて、全体的に細みを作っていく感じですね。その時にね、やっぱりね、一緒にお尻と膝上、両方セットでやるのは結構おすすめな部分ですね。こんな感じで太ももは行っていきます。エコーで見ていくんですけど、しこりとかがあったらね、黒っぽく見えるんで、ちっちゃいのはね、ボツボツある可能性はあるんですけど、大丈夫そうですね。今回はね、足の脂肪吸引からの脂肪補給でね、3回目なんですけどね、前回は二の腕から脂肪補給で、お腹から脂肪補給。断点はどこが一番きつかったですか？断点思ったより平気で、2日目ぐらいから普通に過ごして、起き上がるのとかも全然平気で、私はお手洗いも平気だったので。そうなんですね。じゃあ二の腕が一番きつかった。一番二の腕がきつかった。珍しいですね。なんかお腹もそんなにって言ってましたよね。お腹は全くないですね。普通はね、下に行くほどきついんでね、太ももが一番きつくてお腹、二の腕。結構ね、ふくらはぎもきついですけどね、今回一緒にやってるんですけど、そんなにきつくなかったということで、個人差はありますけどね、全員が全員一緒ではないですけどね。お胸の方はどうでしたか？大丈夫ですか？痛みとかはなく、でもなんか、あんま定着しなかった感じですけど、どうですか？そうかな。言ってないと思うけどな。下がった感じ下がった感じしたかなって思って。最初と比べるとかなり大きくはなってると思うんですけど、3回目の方がね、いい感じにはなることが多いですけど、ボリュームは上がってるはずなんで、入る限界っていうのもあるので、もしかするとそこもあるかなと思うんですけど、最初と比べるとかなりね、張り出しとかかなりいい感じになってると思うので、今ね、公式はかなりピークで、もうちょっとボコボコした感じだと硬い感じになるので、ここからね、3ヶ月ぐらいで落ち着いてくる感じで、ちょっと休んでもらったらいいかなと思いますね。あんまりダウンタイムはきつくなかったというか、ですね。そのままね、結構きついと思ってくれてもらったらごめんですけどね、そういう場合もあるということだけね、参考してラッキーです。ありがとうございます。ちょっと参考でやってます。太ももが一番きついとか言われてますけど。ですよね、一番楽だったかもしれない。太ももは結構楽だったんですね。めちゃくちゃ楽でしたね。本当に2日間ぐらいだけかも。仕事行きました？仕事普通に行きましたね。三次補強を受けていただいた方でね、ダウンタイム6ヶ月になってんで、エコーしながら、しこりを確認しながら、ちょっと経過を聞いていこうかなと思うんですけど、大丈夫でしたか？ダウンタイムは。全然大丈夫でした。大丈夫でした。太ももが一番きついとか言われてますけど。ですよね、一番楽だったかもしれない。お腹が一番楽だった。言ってましたね。今ね、こうやって見ながら、もししこりがあったら黒いポツンとしたのが出てくるんですけど、触ってコリコリしたものとかあります？自分ではわかんない。こういうちょっとこれぐらいの大きい、2ミリぐらいかな。うっすらあるんですけど、こういうのちょっとしたのできるんですよ。で、
1センチ超えてくると触れるので、そういうのがないかだけ探していってですね。最近ね、新しいこれ買ったんで、かなりそうなんですよ。性能がいいんで。まあ、ちょっとしたのね、やっぱポツポツあるんですよ。ただ、それはちょっとどうしてもできちゃうので、大きいのだけあれば、っていうところですけどね。もしかしたらこの筋肉内にちょっと、この辺とかに若干あるかもしれないですけど、筋肉内だとまあ触らないのと牛肉の霜降りみたいな感じのがちょっと硬くなって見えるみたいな感じなんで、まあ置いといていいんじゃないかなと思いますけどね。ガンとの区別できるんですか？あ、できますよ。ここにちょっとあれかな。4ミリくらいのあるかもしれない。ごめんなさい。でも4ミリだったら触らなかったら置いといていいと思うんで、もし気になったら取ることはできるんですけどね。そのは結構楽だったんですね。めちゃくちゃ楽でしたね。本当に2日間ぐらいだけかも。仕事行きました？仕事を普通に行きましたね。二の目が一番きつかったですね。二の目一番しんどかった。あ、この辺ですよ。これちょっともしかしたらしこりかも。これ。そう。4ミリぐらいかな。で、ここにちょっともしかするとあるんで、4ミリだと置いといていいと思うんですよ。しこりはね、やっぱりリスクはあるんですけどね。でもまあ、なんか明らかに大きいのはないので、見ていいかなと思いますけどね。ここから増えていくとどうなる？半年だとほぼないですね。3ヶ月ぐらいの時に見えたものだと、ちょっと大きくなることはありますけど、この辺は筋肉なんですけどね。これはそうかもね。これは4ミリぐらいあるかな。触ってわかります？いや、わかんないです。わかんないね。自分でもわかんない。なんか表面から触れて、なんか気になるようであれば取ってもいいと思うんですよ。最初と比べるとかなり大きくはなりましたよね。2時までよりやっぱり3時の方がちょっと大きくなった感じは少なかったですね。そうですね。あと容量があるんでね、大きくなる限界もまあありますけど、合計何カップぐらい上がりました？どうなんだろう。なんかでも最初と比べると3ぐらい上がりましたよね。いい感じに定着してるかなと思うんで、明らかになんか大きいのはなさそうなんで、ちょっとしたね、やつはポツポツが2ミリぐらいはあるけど、取るほどではないと思うのと、別に放置しといても脂肪がただ、一部硬くなってるだけなので、悪さはするものではないのでね。で、1センチ超えてきたら表面から触る場合はちょっと気になると思うんで、そういう場合は取っていいと思うんですけど、この場合は置いといて経過見て、気になったら言ってもらったらいいかなと思いますね。これなんか気になることあります？ちょっと傷が。傷ね、ここね。でもこの間ちょっと。そうですね。ここね、結構目立つんですよね。ただまあ、徐々に薄くなっていくので、綺麗になっていくと思いますけどね。いい感じですね。ありがとうございます。あとはまあ、どうだっけ。前腕か。前腕と背中はまあ、気になったら言っていただければ。前腕は脂肪量そんなに取れなくてもかなり変わるので。そうなんですか。そう、それがいいところなんですよね。どう頑張ってもダイエットして落ちない。まあそうですね。ここまでぐらいしか吸えないんですけど、まあでも気になるのはここですよね。そう。この辺も気になるけど、ここはそれ。ここはちょっと危ないですね。神経が。なんでまあ吸うのはここですね。ここの盛り上がりがなくなるとかなり綺麗になると思います。まあ気になるならやったらいいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。